花とお金。世にも美しいお金の話です。これからあなたに伝えたいのは、新しい生き方ではありません。ずっと昔からある普通の生き方です。本来、人は普通に生きていれば幸せなのだと、あなたももうとっくに気づいているのです。だから今この本を手にし、私の話を聞いています。では、普通の生き方とは何でしょう？どのように生きれば人は安心して幸せに生きていくことができるんでしょう？幸せは気分です。何を持っているから幸せではありません。王様であっても普通の人であっても、幸せは本人の気分次第です。朝起きてトイレに行く。朝食を食べる。仕事をする。夜になれば自宅に戻り、家族との時間を過ごす。夏を暑いと思い、冬を寒いと思う。恋に悩み、子供の成長を喜び、美しい景色を見ては感動する。王様も私たちも、一日を通して何をするか、人生を通して何をするかは変わりません。ならば、幸せを決めているのは何か。それはやはり私たちが感じている気分なのです。こんな話をすると、なんだ、精神論か、とがっかりする人がいるかもしれませんが、そうではありません。本書であなたに伝えたいのは、実践的な人生哲学です。いえ、もっと具体的に言いましょう。私がこの本を通してお伝えしたいのは、あなたもお金持ちを始めませんか？ということです。お金が人を幸せにすることはありません。しかし、お金持ちが幸せであることは事実です。なぜならば、人は幸せに生きていれば自動的にお金持ちになっていくからです。お金があるから幸せなのではなく、幸せだからお金持ちなのです。幸せというと、何か特別な時にだけ訪れるイベントだと思うかもしれませんが、そうではありません。人は本来幸せで当たり前です。普通に生きていれば誰でも幸せでいられるのです。お金持ちとは生き方です。今手元にどれだけのお金があるかは重要ではありません。お金は流動的なものですから、今どれだけのお金を持っているかに大きな価値を見出しているうちはお金持ちにはなれません。歌が歌えたらミュージシャンになれるわけではありません。文章が書ければ作家になれるわけでもありません。それと同じく、お金があることとお金持ちであることは全く違うことなのです。お金がない状態からお金持ちになった人の話は世の中に溢れています。そうした話は結局お金の量に価値を見出す話がほとんどです。お金を得たからこんなものが買えるようになった。こんな贅沢ができるようになった。もしそのたどり着いた場所を幸福と呼ぶならば、それ以外の人は不幸であるということになってしまいます。本当にそうなのでしょうか？確かにお金がなければ生きていくことはできません。お金があれば消えずに済んだ命も知っています。しかし、お金があれば幸せだという考え方は、お金がなければ幸せになれないと言っているのと同じです。そうした不安からお金をコントロールしようとしてお金にコントロールされる。そんな人生を生きることが本当に人の幸せなのでしょうか？美しい朝を喜び、美味しいコーヒーを味わう。仕事をし、家族との時間を楽しむ。友人と語らい、恋人と愛を育む。好きなものを好きと言い、嫌いなものから距離を置く。目の前にいる人の優しい眼差しを感じて、あなたも微笑み返す。そんな何にもコントロールされない幸せな生き方は、お金があるからできるのではなく、お金持ちという生き方をしていれば誰にでもできるものです。お金持ちは、お金を持っているだけの人ではありません。だから私は本書を通してあなたに伝えたいと思います。あなたもお金持ちを始めませんか？さあ、あなたにはここから知ってもらいたいことがたくさんあります。
世界はあなたの目に見えているよりももっと広くて大きいのです。目に見える世界だけを見ていては幸せな気分を味わって生きていくことはできません。大丈夫です。もうその固く握りしめた手をほどきましょう。人生は楽しむためにあります。本を読む時間は娯楽です。眉間にシワを寄せてはいけませんよ。おいしいお茶の準備はできていますか？まずはお金について知っていきましょう。花とお金。改めまして、こんにちは。はじめましての方も、こんにちは。今回もまたあなたに花の本をお届けします。お金の本じゃないの？と思いましたか？そうですね。花とお金どちらの話をしても構いません。なぜなら、どちらの話をしても同じだからです。花もお金も種から始まり、最後にはまた種に戻っていきます。永遠に咲き続ける花がないように、あなたが永遠にお金を生み出し続けることもありません。いえ、そもそもそんな必要がないのです。花もお金もその役割は限定的です。花はただ花としてそこに咲き、お金もまたただそこに一瞬お金として目に見えるだけです。具体的な話をする前に一つ私と約束してください。分かろうとしないでください。あなたは花とお金を分かりたくてこの本を手にしたと思います。しかし、分からないことがあっても分かろうとしないでほしいのです。なぜなら、人は分からないことを分かろうとするとき、これまでに学んだ知識や世間の常識に紐づけて、分からないものを分かったことにしようとします。それでは、あなたは古い世界に閉じこもったままです。新しい世界を知ることができません。分かるがいい、合うということではありません。分からなくてもいいのです。分からないことをどれだけそのままにしておけるか、それがあなたを新しい世界に連れて行ってくれます。分からないものを分かろうとしない。まず、これを私と約束してください。必要なことは最高のタイミングで分かります。運のいい人という言葉がありますが、運のいい人はタイミングのいい人です。出来事自体にいい悪いがあるのではなく、タイミング次第でいい出来事となるのです。お金持ちも運のいい人です。お金持ちはいい情報に出会い、いい人に出会い、いい場所に出会います。忘れ物を取りに帰ったおかげで電車の事故に巻き込まれなかった人がいます。たまたま乗り合わせた飛行機が同じで結婚したカップルがいます。ふと手にした一冊の本に人生を救われる人がいます。あなたは今分かることだけを分かればいいのです。分かるということは今がそのタイミングだということだからです。分からないことを分かろうとすることがあなたをいいタイミングから遠ざけます。分からないことを分かろうとしてはいけません。幸せな人は分かることだけをしています。分かる言葉だけで話します。人生は分からないことを分かろうとするためにあるのではありません。分かることを楽しむためにあります。分かることを楽しんでいると、あなたに必要なタイミングでまた新しいことが分かるのです。あなたの身に起きる出来事はすべてあなたに必要なタイミングで起きています。あなたはこれから花とお金について知る必要があるので、今この本を手にしました。なぜ知る必要があるのかというと、あなたは今日からお金持ちを始めるからです。この本を手にしたということは、そう決まっているのです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は花とお金という本をご紹介します。以前からこのチャンネルをご覧になっていただいている方は、この本をご存知だと思います。花を飾ると神舞い降りる。2022年にご紹介した本ベスト20にも選んだ僕の大好きな本の一つです。とにかくめちゃくちゃ素敵な空気感と
この世界の真理に触れるような不思議な感覚。そんな特別な体験ができる本なのですが、実は先日、この続編とも言うべき本が出版されたんです。それが今回ご紹介する花とお金。いや、これ正直相当やばいですよ。著者はエネルギー哲学者でフローリストの周防フローラさん。脳の手術を受けたことをきっかけに性と向き合い始めた時、とある雑誌からふと目に飛び込んできたパリと花に魅せられフランスに渡った彼女は、モンパルナスの老舗花屋で妖精と出会い、フローリストの道を志します。帰国後、フローリストとして活動するとともに、すべてはエネルギーでできているという前提のもと、この世を見える世界と見えない世界の両面から紐解く人生哲学、エネルギー哲学を確立されるんです。この見える世界と見えない世界から紐解く世にも美しいお金の話を伝えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。今のあなたができることがあなたのすべきこと。私は幼少の頃から資産家が周りに多くいる環境で育ってきました。子供の頃からたくさんのお金持ちを見てきた私は、その共通点もそうでない人との相違点もよくわかります。それはつまり、どんな言葉を使い、何を選択して生きているかということです。もしあなたが幸せなお金持ちとして生きていきたいと思うのなら、お金持ちの真似をすることが最短の道です。しかし、お金持ちがどんな暮らしをしているのかを見て、それを真似するのでは意味がありません。なぜなら、お金があるという結果だけを真似しても現実は変わらないからです。そうではなく、お金持ちとはどのような生き方なのかを知ることが大切です。そう、知るだけでいいのです。そして実際にしていくことは、あなたの今、目の前にあることです。お金がないのに飛行機のファーストクラスに乗ってはいけないということです。そんなことをしたらお金がなくなってしまいます。そうではなく、今のあなたにできる、でもしていないことをします。例えば、平飼いの卵を買うことはおすすめです。送料を含めると1個あたり100円する場合もありますが、食べてみるとその違いがよくわかります。広い土地で自由に動き回り、物陰でそっと見落とされた卵の黄身は、オレンジがかった黄色ではなくレモンイエロー色をしています。ストレスなく育った鶏の卵はストレスのない味です。淡白で食べても体に負担が少ないことがわかります。1個100円はスーパーの卵に比べると高価ですが、難しい金額ではないはずです。あなたがこれからしていくことは、今のあなたにできることだけです。今のあなたにできないことは真似をしてはいけません。あなたにできることがあなたのすべきことなのです。スタイル抜群のモデルを見て憧れを持ったとします。モデルに近づきたいと思い、彼ら彼女らの真似をします。しかし、愛用している食品やトレーニング方法を真似しても、一向にモデルには近づきません。それもそのはずです。決まった食品を食べているから、トレーニングをしているから、モデルではないからです。彼ら彼女らは、生き方そのものがモデルなのです。思いついた時にだけヘルシーなものを食べて運動しているわけではありません。今のあなたがすべきことは、モデルのような食事でも運動でもありません。今のあなたにはもっと別のやるべきことがあります。それは体の基準について学ぶことかもしれませんし、むくみを取るためのマッサージかもしれません。しかし時間が経ち、あなたがモデルのようなスタイルに近づいたとき、きっと多くのモデルたちと同じことを言うでしょう。特別なことは
何もしていません。あなたがこれからしていくことは、今のあなたにできることだけです。今のあなたにできないことは真似をしてはいけません。お金についても全く同じです。お金持ちになったことがない人がお金持ちでいる自分をイメージしようとしてもできません。できないのにしようとするので、みんな同じような格好をし、同じようなものを持ち、同じような発言をします。お金持ちではない人たちが想像したお金持ちのイメージを演じているのです。お金持ちは高級品だけを好むわけではありません。エコノミークラスに乗る人もいます。お金があるからといって無駄と感じることにはお金を使いません。贅沢をし続けることもありません。欲しいものすべてを手に入れようなどと思ってもいません。でもお金持ちになったことがない人にはそれがわかりません。好きという感情はあなたの経験から生まれます。経験して初めて人は自分が何を好きか、心地よいかを知ります。紙に書き並べてもスマホの中を覗いても、そこにあなたの好きはありません。人は経験していないものを好きだと思えないのです。それなのになぜか多くの人がお金がたくさんある状態を好きだと思っています。そんな自分に疑いを持ちません。お金持ちのイメージを追いかけていては、お金の正体をつかむことはできません。もっと具体的に実際的に考えていかなければ、お金のことはわかるようにならないのです。これからお金持ちを始めるあなたがしていくことは、今のあなたにわかることだけです。わからないものをわかろうとしてはいけません。どんなに大きく見える問題も、すべきことはいつも小さなことです。冷え切った人間関係を良くする方法は、まず相手に笑顔を向けることです。不登校の子供に向き合うには、そっと隣に座ることです。学校にどんな問題があるかを聞き出すことではないはずです。今、あなたがすべきことは必ず目の前にあります。今、目の前に何が見えますか？今、あなたは何を持っていますか？それがあなたのすべてです。それ以外はあなたのものではありません。お金持ちという生き方は、今、あなたが手にしているそれらから始まっていきます。この世の成り立ちから見るお金持ちの生き方。人間にはもともと植物などの自然とつながりたいという欲求が備わっています。ハーバード大学の教授が提唱した人は生まれつき自然や動植物との結びつきを好むというバイオフィリア仮説です。バイオは命、フィリアは愛という意味です。自然の中で過ごすとリラックスして気分が良くなることはあなたも体験していることだと思います。過去の私が離婚や手術といった強いストレス下にあるとき、目に入ってきた花の写真に強烈に惹かれたことは今思えば自然なことでした。およそ46億年前、地球は誕生しました。隕石の衝突により水蒸気が発生し、何万年も止まない雨が降り続きました。そうして地球に海と大地ができた後、地球上に初めて生命が誕生します。それが植物でした。はじめ植物は海中に生まれました。次第に光合成をするために地表に進出し、大気中の酸素が増え、生命が誕生する環境が作られていきます。最初の植物の誕生から数十億年後、花が誕生します。花の誕生が生物の進化を後押ししました。現在も地球上に生息する生命のうち 95% 以上は植物です。人間や動物、菌類を含めても 5% にもなりません。人は植物と共にしか生きられないのです。花とお金。一見関係なさそうなこれらは非常に密接した関係にあります。そして花とお金。どちらの話をしても同じところにたどり着くことをこれからあなたに知っていただきたいと思います。植物主体のこの世界に人間がコントロールできるものは何一つありません。あなたの意思で動いているように見えるものも、実はあなたの意思とは関係なく常に動いているのです。では、一体何が動いているのでしょう。
答えはエネルギーです。あの人に会うとエネルギーをもらえる。これは元気をもらえるという比喩ですね。そのエネルギーではありません。エネルギーのいい場所。これは雰囲気がいいという意味ですね。そのエネルギーでもありません。運動エネルギーや電気エネルギーとも違います。この世はすべてエネルギーでできています。これは比喩ではなく言葉通りの意味で、世界を構成する最小単位がエネルギーであるということです。私たち人間も花も植物も猫や犬といった動物も宇宙も天体も、さらには思考や感情も何もかも思いつく限りのすべてがエネルギーでできています。この世のすべては同じ素材でできているということです。すべて同じエネルギーでできていて、目に見える姿形が違うだけなら、あなたのすべての側面もそれぞれ別のものではありません。お金、ビジネス、恋愛、結婚、人間関係、健康、どれも同じです。一つ一つの側面を別々のものと考えている限り、人生は難しいものになります。一つ問題を解決しても、また必ず目の前に別の問題が現れます。その一つ一つを解決しようとしていては、人生はあっという間に終わってしまいます。あなたの人生は問題を解決するためにあるのではありません。あなたの人生は幸せな気分で今手にしているものを味わうためにあるのです。この世のエネルギーの総量は一定で変わりません。変わらないということは、この世は有限であるということです。有限ならば、そこには必ずルールが存在します。増えませんし減りません。常に総量は一定です。右が増えれば左が減ります。上が増えれば下が減るのです。種と満開の花が同時に存在できないように、この世には制限があります。ルールが存在するのです。そのルールにのっとって生きているのがお金持ちという生き方なのです。すでにお金持ちを始めた人は人生のどこかのタイミングでそれに気づけた人です。お金持ちを始めるのも幸せに生きるのも無限の遥か彼方、砂漠で金の砂粒を見つけるようなことではありません。なぜならルールはあなたを通して知ることができるからです。あなたの中にルールが存在します。何を選んでもいいのです。有限の中を生きるあなたは、どの道を選んでも必ずたどり着くところにたどり着きます。苦しい道を選んでも楽しい道を選んでも、どこを通ってもちゃんとあなたの道は同じところにたどり着きます。それならば、安心して今手に持っているそれらを味わってもいいと思いませんか？頑張って合格した大学、4年間しっかり味わいましたか？キャンパスの隅々まで散策して目いっぱい空気を吸い込みましたか？学食の雰囲気、食事の味、友人との語らい、それらを無視して就職のことばかり考えていませんでしたか？婚活の末に手に入れた結婚相手、しっかり顔を見つめていますか？あなたが欲しかった安心をくれるその手を握り、しみじみと良かったと感じる時間がありますか？やっと小学生になった可愛い子供。なぜそんな怖い顔をして学校の勉強についていけるようにするのでしょう。今日の塾は休んで一緒に公園でおやつを食べる時間にしませんか？味わわないからいつまで経っても苦しいのです。しっかり時間を使って見つめないからそれが大切だと気づけないのです。あなたが掴んできたものをもっと味わっても大丈夫です。味わうことなく次を求めるから、いつまで経っても問題が山積みに思えるのです。あなたが怒っても、あなたが笑っても、子供の成績は変わりません。あなたがどこの大学を卒業していたとしても、どこに就職していたとしても、あなたの人生は今と同じです。何を選んでもたどり着く場所が同じなのだとしたら、あなたは今、その選択をするでしょうか？その表情でその言葉を言うでしょうか？選択権はあなたにあります。何を選んでも大丈夫。
さあ、あなたは何を選びますか？人生は常にいい方向に流れ続けます。これはこの世のルールです。ルールですから例外はありません。どんな人も等しく幸せになると決まっています。私はあなたに言いたいことなど本当は何もありません。あなたも私ももうこれ以上誰に何を言われる必要もないくらい自分の人生を一生懸命に生きています。あなたが幸せであることもこれからも幸せであることもとっくに分かっているのです。しかしもしあなたが今人生は常にいい方向に流れ続けるとうっすらとでも信じられていないのなら話は別です。もしあなたが怖い顔をして厳しい言葉で自分を傷つけているようなら、今私はあなたに言うべきことがあります。人生は案外簡単ですよ。私は今元気です。毎日まあまあ幸せです。だから今は私があなたに元気を差し上げたいと思います。私はあなたに何かを教えられるほど偉くはありません。でも元気です。だからあなたに楽しい話をします。私も元気がないときは誰かの話を聞いて励まされています。人に頼ることが苦手なあなたも本からなら遠慮なく話を聞けるのではないでしょうか。それにここに書いてあるのはきっとあなたが聞きたかった話ばかりです。楽しい時間になると思いますよ。あなたの人生には今しかありません。1秒前ですら目の前には存在しません。あなたが美しいものを見て優しい言葉を聞き続けている限り、あなたの今は常に美しく優しいのです。私たちはいつも何度でも今この瞬間から幸せになることができます。あなたが何を信じるかはあなたの自由です。でもきっと楽しいことを信じた方が人生は楽しいですよ。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？大好きな本、花を飾ると神舞い降りるの続編が出るというのを Amazon で見たときは本当に喜びました。そして発売日に本書を読んだのですが、やっぱりめちゃめちゃ良かったです。フローラさんの素敵な語りで、どこか違う世界へ連れて行ってくれるような絵本の中に入り込んだような感覚になります。そんな不思議な世界で真実に触れるような、そんな本書の空気感が素晴らしいんですよね。そして読み進めていくと、この世界の仕組みから見たお金とは何か、お金持ちと呼ばれる人はどういう人なのか、豊かに生きるとはどういうことなのか、そういったことを徐々に感じてくるんです。感じてしまったら、あとは現実が動くだけ。読んでいるだけで、ページをめくるだけで癒されていきます。そしてきっとあなたは大切なことを思い出すはずです。そしたら、あとは現実が動いていくだけ。そんな素敵な体験ができる一冊です。あ、今回も僕は読み終わった後すぐお花を買いに行きましたよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。